こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には字幕をつけていません。もし字幕をつけたいときは YouTube の設定ボタンを押してください。皆さんは本を読むのは好きですか？私は普通です。普通はいろんな意味があります。好き嫌いを聞かれた時に普通と答えることもできます。この場合の普通の意味は好きでもないし嫌いでもないというニュアンスです。私は本を読むのは嫌いではないけど好きでもないです。本は読みます。でももし本を読むのが好きだったらもっともっと今よりも本をたくさん読んでいるだろうし、もし本を読むのが嫌いだったら全く読まないと思うからです。なので私は本を読むことは好きでもないし嫌いでもないです。普通です。さて、今回の話題は読書のいいところです。読書は本を読むという意味です。読書、本を読む。日常会話ではどちらの言葉も使いますが、読書の方がフォーマルに聞こえます。カジュアルな場面で読書という言葉を使っても全く問題ありません。でも例えば面接であなたの趣味は何ですかと聞かれた時に本を読むことですというよりは読書ですと言った方がいいと思います。そちらの方がより丁寧に聞こえます。ちなみに読書は文字が書かれている本を読むことです。一般的には漫画や写真集を読むことは読書とは言いません。写真集は写真だけが載っている本です。または文字も少し書いてありますが、写真ばっかり載っている本です。でもこの言葉は覚えなくても大丈夫です。読書は文字が書かれている本を読むことで、漫画や写真集を読むことではありません。でもそんなことはないという人もいるようです。本題に戻ります。読書のいいところは何でしょうか？皆さんは本を読むといいことは何だと思いますか？このことについて私なりに考えてみました。読書をするといろんな知識が身につきます。身につくは知識、技術、能力などが手に入るという意味です。手に入るは自分のものになるという意味です。読書をするといろんな知識が身につきます。本を読むといろんな知識が身につきます。それによって仕事がうまくいったり、趣味がもっと楽しくなったり、誰かとの会話が盛り上がるかもしれませんね。会話が盛り上がる。これは会話をしているみんなが楽しくて話が終わらない。話がずっと続くというニュアンスです。例文、友達と
サッカーの話で盛り上がった。この文は友達も自分もサッカーが大好きで、サッカーの話をするのが楽しくて、ずーっとサッカーの話をしていたというニュアンスです。会話が盛り上がるではなくて、話が盛り上がるという言い方もあります。どちらも同じ意味です。話を戻します。読書をすると知識だけでなく、新しい情報やいろんな考え方も知ることができます。ちなみに私は誰かのライフスタイルが書かれている本を読むのが好きです。あとは考え方の本が好きです。そういう本を読むといろんな考え方を知ることができます。自分と同じ考えでもそうでなくても、あ、そういう考え方もあるんだと参考になる時があります。私は自分の考えを持つことは大切だと思っています。でも何があっても自分の考えが正しいと思ってしまうのは良くないと思います。ですからいろいろな考え方を知ることは必要です。いろいろな考え方を知ったり、いろいろな考え方ができるようになった方が物事がうまくいくと思います。そして自分と違う考えを知った方が人とうまく付き合えると思います。他には読書をすると表現力と語彙力を身につけることができます。表現力、表現力。表現力は自分の考えや気持ちを相手に分かりやすく伝える力のことです。語彙力、語彙力。語彙力は言葉をたくさん知っているということです。でもそれだけではありません。たくさん言葉を知っているからこそ、相手や場面に合わせて分かりやすく説明することができます。そしてたくさん言葉を知っているからこそ、自分の考えや気持ちを相手に分かりやすく伝えることができます。例えば、この言葉だと相手にうまく伝わらないな。じゃあこっちの言葉を使ってみよう。とか、この言い方だと分かりにくかったか。じゃあこの言葉を使って説明した方がいいな。語彙力がある人はそういうことができます。語彙力とはそういうことができる力のことです。私は本をたくさん読む人は話すのが上手だなぁと思います。これは実際にあった話ですが、私は数年前に友達と山に行きました。その山の景色はものすごく美しかったです。でも私も友達もその景色を見て、綺麗だね、すごいね、しか言えませんでした。どう綺麗なのか、どう美しいのか、どういうふうにすごいのか、今自分がどんな気持ちなのかを自由に表現することができませんでした。心の中ではいろいろなことを感じているのに、言葉にすることがしにくかったです。そして私と友達はお互いに語彙力がなくてそれしか言えないねと言っていました。
ちなみに私が見た景色がこちらです。美しいと思いませんか？これをもっともっといろんな言葉で表現したかったんですけど、それができませんでした。読書のいいところはたくさんあると思いますが、最後に一つだけ話そうと思います。本を読むといいことは気分転換になるということです。私はそんなにたくさん本を読みませんが、本を読むと気分が変わります。読書をするとストレスがなくなったりリラックスできるという人もいるようです。どうしてでしょうか？きっと本を読んでいる間は本の中の世界に入ってしまうと言いますか、他のことを忘れてしまいますよね。つまり本を読んでいる間は嫌なことを忘れられたり、日常を忘れたり、退屈じゃなくなるからです。皆さんは読書のいいところは何だと思いますか？ぜひ日本語で考えてみてください。皆さんの知っている言葉や文法を使って自由に話したり書いたりしてみてください。ということで今回はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。